では、等加速度運動の3つの式について解説します。これから紹介する3つの式は、加速度がずーっと同じ、加速度がずっと一定の時だけに使える式です。だけど、高校で習う状況は、ほとんど加速度が一定の状況です。加速度が変化するような特殊な状況の場合は、エネルギー保存則なんかを使って問題にアプローチすることが多いです。今日は加速度がずっと一定の状況だけを扱います。一つ目、v イコール v0 プラス at。v が今の速度。v0 が初めの速度。元々の速度だね。これを初速度というよ。a が加速度。t が経過時間です。この式は法則でも何でもなくて、ただこういう日本語を表しているだけです。はじめ、速度は v0 でした。1秒に a だけ速度が大きくなっていきます。それは加速度の定義だったね。1秒でどれだけ速度が変化するかを僕たちは加速度と定義しました。1秒に a だけ速度が大きくなっていきます。それが t 秒続きました。ね。それが t 秒続きました。結果、今の速度が v になったよってことを表している式です。こんな状況と似ています。はじめに持ってたお金が v0 円だったよ。で、そっからバイトをしてお金を増やしたよ。時給が A のバイトを T 時間頑張ったよ。そしたら今持ってるお金は V になったよっていう状況と似ています。では問題。はじめ、1メートル毎秒で動いていた物体が10秒後に11メートル毎秒で動くようになっていた。この時の加速度は何メートル毎秒毎秒か。今の速度は11だから V が11。はじめの速度が1だから V0 が1。で、10秒経ってるね。10秒後、10秒経ってるから T が10。上の式に代入してあげて、答えは1メートル毎秒毎秒となります。ちょっと細かい話だけど、1秒に A だけ速度が大きくなるって書いちゃったけど、難しい問題では A がマイナスの場合もあるから気をつけてください。A がマイナスの場合は、時間が経てば経つほど、どんどん速度が小さくなっていくことになります。では、二つ目の式を見ていきます。x イコール v0t プラス2分の 1at 次乗。x っていうのは1。はじめの1を x イコール0、ね、座標上の x イコール0としたときに、移動後の1を x とします。v0 がはじめの速度、ね、初速度と言いました。a が加速度。t が経過時間です。加速度をもう一度見てほしいんだけど、加速度っていうのは1秒でどれだけ速度が変化するかを表すものだった。そしてそれは VT グラフの傾きと等しかった。ね、V が変化する勢いが加速度だったね。この二つ目の式は VT グラフの面積は移動距離を表すっていうことそのものを表しています。この VT グラフ、この VT グラフ、この面積を求めてみましょう。はじめの速度が V0、ここの長さが V0。で、t だけ時間が経ちました。ね、t だけ時間が経ちました。まずこの下の四角。まずこの下の四角の面積は、縦が V0 っていう長さ。横が t っていう長さ。だから、この下の面積は V0 かける t となるわけです。それが、これですね。これは、下の四角の面積を表しています。続いて、
この三角形、上の三角形の面積を求めてみます。底辺は t、ね。底辺の長さは t。高さはっていうと at です。なんで高さが at かっていうと、この vt グラフの傾きが加速度、つまり a だったよね。傾きが a ってことは、1秒で a ずつ大きくなるって意味だ。1秒で a ずつ大きくなるんだったら、t 秒経ったら、at だけ大きくなるってことだ。だから、ここの長さ、v0 から伸びた分、ね、ここの大きさが at、ね。同じように、底辺が t で、高さが at の三角形の面積を求める。そうすると、2分の 1at になるわけです。つまり、この式、ね、一見ぐちゃぐちゃに見えるこの式は、下の四角の面積と上の三角の面積を合わせたら、ピンク全体の面積は移動距離になってるよってことを表してるんだね。では問題です。初速度0メートル毎秒、加速度1メートル毎秒毎秒で動く物体があります。10秒後の移動距離を求めなさい。V0 が0、ね。で、経った時間、経過時間が10秒。だから t に10を代入する。加速度が1だから a に1を代入する。a に1を代入する。計算すると x は50、移動距離は50メートルとなるわけです。もちろん VT グラフを書いても解くことができます。VT グラフを書くとこんな感じ。三角形の面積は、このピンクの三角形の面積は、やっぱり50になっています。そして最後の式がこちらです。v 次乗引く v0 の次乗イコール 2ax。さっきやった2つの式から t を消去して得られることができる式です。v0 が初速度、v が今の速度、x が1、a が加速度です。それでは問題を読み上げます。初速度0メートル毎秒の物体が等加速度で、ね、同じ加速度で運動している。正の方向、ね、プラスの方向に50メートル進んだとき、速度が10メートル毎秒になった。加速度はいくらか。こんな風に、この問題、時間については一切触れてないね。何秒経ったとか一切出てこないね。そんな時、時間が問題に登場しない時に、この式を使うとすごく楽になることが多いです。v が10だから 10×10 で100。ね、v 次乗は100。v0 は0だから0を2回かけても0。2かける加速度かける進んだ距離は50だから50。で、計算すると a、つまり加速度が1メートル毎秒毎秒と出てきます。3つ目の式のテスト中の思い出し方、ね、ちょっと難しいバージョンも話しておきます。加速度一定ならば運動方程式、ね、ma イコール f より力も一定です。ね、もちろん質量が一定だと仮定して。一定の力で x の距離だけ物体をこう押したとする。ね、一定の力を加えながら物体を x の距離動かしたとする。すると、物体になされた仕事は fx と表される。ね、f の力で x だけ物体を移動させた。で、この f が ma なんだから、fx イコール max。で、その時の運動エネルギーの変化は、2分の 1mv 次乗引く2分の 1mv0 の次乗。で、物体の運動エネルギーの変化量、ね、どんだけ運動エネルギーが変化したかは、その物体になされた仕事に等しいことから、2分の 1mv 次乗引く2分の 1mv0 次乗イコール、これが物体になされた仕事、max。で、ここから、さっきのね、3つ目の式がさらっと出るわけです。ちょっと勉強進んだら、この方が思い出しやすいと思います。